プロパティのボタンをクリックした時の動作を設定する方法を説明します。ジェミニのアプリケーション内にボタンを作成し、実行することでメッセージを表示できるようにします。モデリングタブを開きます。コンポーネント、新規を選択し、コンポーネントを作成します。ジオメトリー、フィーチャー、ブロックを選択し、ブロックを作成します。動作設定、ビヘイビア、その他、Python スクリプトを作成します。Python スクリプトダイアログが開くため、デフォルトで記述されているソースコードを1行目以外削除します。コンプ、イコール、ゲットコンポーネントと記述し、Python スクリプトを設定しているコンポーネントを取得します。プロップ、イコール、comp.getProperty と記述し、コンポーネント内に指定したプロパティが存在するか確認します。テストアンダーラインボタンというプロパティ名を探します。if, not, プロップ、プロップ、イコール、comp.createProperty と記述し、プロパティが存在しない場合、プロパティを作成します。ボタンタイプのプロパティを作成するので、VC アンダーラインボタンと記述します。ボタンに表示する文字は、テストアンダーラインボタンとします。プロップ .onChanged イコール、テストと記述し、ボタンを押したとき、テストという関数を呼び出します。アップ、イコール、getApplication と記述し、アプリケーション情報を取得します。define、テストと記述し、テストの関数を作成します。引数はプロップとします。app.messageBox、Hello World と記述し、メッセージボックスに Hello World と表示します。コンパイルボタンをクリックします。コンポーネントグラフウィンドウのプロパティの表示がオンになっていることを確認します。プロパティを展開すると、テストアンダーラインボタンが追加されていることがわかります。値は何も入っていないため、null または none が表示されます。テストアンダーラインボタンをクリックします。プロパティウィンドウの値にテストアンダーラインボタンが追加されていることがわかります。テストアンダーラインボタンをクリックすると、メッセージボックスが表示されます。メッセージには、Hello World と表示されています。中止ボタンをクリックし、メッセージボックスを閉じます。作成したボタンをコメントアウトし、新しいボタンを作成します。プロップ、イコール、comp.getProperty 以下をコメントアウトし、コードを無効化します。コメントアウトするには、アポストロフィーをコメントアウトしたいソースコードの最初と最後に3つずつつけます。ブロックのフィーチャープロパティウィンドウにブロックを拡大表示するボタンを作成します。ブロック、イコール、comp.getFeature と記述し、ノード内のフィーチャーを取得します。今回は、ブロックのルートノードを取得します。プロップ、イコール、ブロック .getProperty と記述し、ブロック内に指定したプロパティが存在するか確認します。テストアンダーラインボタンというプロパティ名を探します。if, not, プロップ、プロップ、イコール、ブロック .createProperty と記述し、ブロック内にプロパティが存在しない場合、プロパティを作成します。ボタンタイプのプロパティを作成するので、VC アンダーラインボタンと記述します。
ボタンに表示する文字はテストアンダーラインボタンとします。prop.onChanged イコール showme と記述し、ボタンを押したとき、showme という関数を呼び出します。define showme と記述し、showme の関数を作成します。引数はprop とします。app イコール getApplication と記述し、アプリケーションのオブジェクト情報を取得します。sm イコール app.selectionManager と記述し、3D ワールド内のオブジェクトを選択します。sm.setSelection ブロックと記述し、ブロックのフィーチャーを選択します。選択したフィーチャーを 3D ワールド全体に拡大するコマンドを使用します。cmd イコール app.find コマンド、net コマンドと記述し、.net コマンドという Python API のコマンドを呼び出します。.net コマンドは .net API で定義された Gemini に登録されているコマンドです。.net はマイクロソフト社によって作成された Windows 上の開発環境のことです。cmd.execute と記述し、コマンドを実行します。3D ワールドいっぱいに拡大するので、fillSelected のコマンドを指定します。fillSelected コマンドは、3D ワールドツールバーの選択と拡大をクリックしたときに実行されるコマンドと同じです。コンパイルボタンをクリックします。Python スクリプトのウィンドウを最小化します。ブロックを選択し、フィーチャプロパティウィンドウを確認すると、テストアンダーラインボタンが追加されていることがわかります。ブロックの表示位置が 3D ワールド画面外になるように視点を変更します。テストアンダーラインボタンをクリックすると、視点が変更し、3D ワールド全体に拡大されます。ブロックの長さと高さを大きくし、ブロック全体が画面から見切れるようにします。フィーチャープロパティの長さを5000、高さを6000に変更します。テストアンダーラインボタンをクリックすると、視点が変更し、3D ワールド全体に拡大されます。今回使用した Python API は、Help から確認することができます。Help タブをクリックします。Python API をクリックすると、Help ダイアログが表示されます。目次、Japanese、VC プロパティを開きます。イベントをクリックすると、OnChanged があります。プロパティの値が変更されると、トリガーされます。VC アプリケーションを開きます。メソッドをクリックし、雑則の項目までスクロールすると、メッセージボックスがあります。メッセージボックスは、メッセージボックスを表示します。コマンドの項目までスクロールすると、Find コマンドがあります。Find コマンドは、Gemini に登録されているコマンドを名前で検索します。Get コマンズは、コマンドのリストを返しますが、不要なコマンドを見つけないようにするため、今回は Find コマンドを使用し、コマンドを指定しました。リターンタイプの VC コマンドをクリックすると、コマンドのリストが表示されます。使用可能な標準コマンドの項目までスクロールすると、ネットコマンドがあります。ネットコマンドを使用すると、.net コマンドを実行できます。プロパティのボタンをクリックした時の動作を設定する方法の説明は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。